こんな映像とかこんな映像、またまたこんな映像、これどうやって撮ってるのかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、これは全て360度カメラで撮影しています。その360度カメラで有名なインスタ360から新しいカメラが本日登場しました。今回かなりお求めやすい価格になっています。今日はこのカメラをじっくり紹介したいと思います。こちらです。インスタ 360X4 Air というモデルになります。まずは外観とか付属品を確認しつつ、スペックとか他の機種との機能の比較もしてみたいと思います。そして次にサンプル映像、比較映像もたっぷり撮ってきましたので、そちらもお見せしたいと思います。X5 よりも新しく、そして X4 よりも安いこの X4 Air、実力はどうなんでしょうか。いろいろ試してみたいと思います。で、最後には私の感想とまとめもお話しできればと思います。ぜひ最後までご覧ください。で、まずはパッケージの中身を確認してみたいと思いますが、今回サンプルでいただいたのはスターターバンドルというものになります。で、まずはこれが本体ですね。そしてレンズキャップ、さらにスペアバッテリー、そして自撮り棒、そして書類関係、充電ケーブル、クリーニングクロス、ステッカーなどがついています。さらに保護ポーチもついています。あとは SD カードさえ用意すれば準備 OK です。早速本体を詳しく見てみたいと思いますが、これはですね、黒になっています。おしゃれな白、アークティックホワイトも用意されています。サイズ的にも X4 とか X5 と比べるとかなりコンパクトになっています。X3 を持った時と同じような感じがします。重量的には X3 よりもさらに軽い 165g ということで、X4 とか X5 と比べると 30g、40g 軽いのでかなり軽く感じます。ちなみに iPhone17 Air と同じ重量です。で、360度カメラの場合は自撮り棒と組み合わせて使うことが多いと思いますので、その合計の重量が気になるところかと思うんですが、インスタ360の自撮り棒は他社製のものよりも若干軽くできています。で、同じ重量でもより長いカーボン製のものなども用意されているので、合わせて使ったとしても結構軽くできています。で、ボディのデザイン的には X5 と同じ路線かなと思うんですが、表面の仕上げが結構違ってまして、X5 はこういうラバーコーティングがされてるんですが、X4 Air はもう樹脂のまんまの結構サラッとした仕上げになっています。この辺が軽量化に貢献しているのかなとも思います。で、ボタン配置なんですが、液晶画面の右側に電源ボタンと Q ボタン、そしてその下に充電端子、USB-C 端子があります。で、反対側にバッテリーがあります。バッテリー容量は 2010mAh になっています。そしてバッテリースロットの中にマイクロ SD カードスロットがあります。で、底面には三脚ネジと、これ ACE Pro などと共通の爪とマグネットを併用したマウントも使えるようになっています。この今お見せしているマウント自体は別売りなんですが、こんな感じで ACE Pro と360度カメラを瞬間的に付け替えることができますので非常に便利です。で、次がガラッと変わった部分なんですが、このシャッターボタンがですね、液晶画面の下に1つだけ搭載されるようになりました。ここに他のモデルは2つボタンがあるんですね。プリセットを切り替えたり、カスタマイズできるボタンがついてるんですが、実際私もこの右側のボタンほとんど使ったことがなかったので、1つになってより分かりやすくなったかなと感じます。で、本体各部にマイクがいくつかついているんですが、この前側のマイクがですね、X5 と同じようにメッシュスクリーンが搭載されました。これによってより風切り音の低減効果が高まっているはずです。で、X5 でも目玉の一つなんですけど、このレンズが自分で交換できるようになっています。こういうレンズ交換キットが用意されています。傷がついてしまってもこういう感じで簡単に自分で数分で交換することができるようになっています。360度カメラはどうしても普通のカメラと違ってこのレンズ部分が飛び出しているので傷がつきやすいんですけど、自分で交換ができるっていうのはね、かなり気が楽ですよね。じゃあ次に性能面もいくつか見てみたいと思いますが、まずは重要なセンサーサイズです。X4 は2分の1インチというサイズだったんですが、X4 Air は 1.8 分の1インチというものになっています。サイズが大きくなっただけではなくて各部見直しが行われて性能も向上しているようです。で、X5 は 1.28 分の1インチなので、それに比べると小さいんですが、X4 と比べると 134% になっています。
センサーが大きくなってますので、その分暗所性能も向上していますが、この辺の比較映像は後ほどまたお見せしたいと思います。そしてなんとですね、撮影機能に関してもほとんど X5 と同じようになっています。もちろん最新のアダプティブトーンにも対応しています。X5 はあえてこれオンにする形になっていたと思うんですが、この X4 Air はアダプティブトーンがデフォルトでオンになっています。さらに 8K30 でアクティブ HDR をオンにすることもできるようになっています。これ X5 は 5.7K30 まででアクティブ HDR が使えるようになっていたんですが、この部分ではむしろこちらの方が優れていると言えます。さらにですね、顔色が非常に綺麗に映るこの最新のポートレートモードにも対応していますので、顔色がくすみがちなおじさんでもね、バッチリです。で、撮影できるモードもほぼ一緒で、動画、インスタフレームモード、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、ロードモード、スターラプス、バースト写真、インターバル写真、それから写真となっております。ないのはピュアビデオだけですね。で、本体の防水性能も15メートルとなっていて X5 と同等のものになっています。で、撮影後の編集に関しては他の機種と同様で、スマホとパソコンで編集することができるんですが、これ今例えばスマホでやってるんですが、こんな感じで自動編集をしたりとか、自分でキーフレームを打って好みのアングルを選んでいったりとか、スマホをこういう風に傾けることによってまるで今撮影しているかのようにこのスマホを向けた方を記録するということもできます。パソコンで編集する場合はこういう感じでケーブルをつなぐか SD カードから読み込むようになっています。で、その読み込んだデータにこんな感じで自分で好みの角度、アングルを選んでキーフレームを打っていくとか、あとは自動追跡といった機能も使えるようになっています。極力簡単に編集ができるような仕組みも搭載されています。初めてでも全く問題なくできると思います。360度カメラとして使うのではなくて、通常のアクションカメラのように使えるシングルレンズモードももちろん搭載されていて 4K60fps まで対応しています。画角も普通のアクションカメラよりもより広い超広角なども選べるようになっています。さらにこのシングルレンズモードと360度撮影モードのいいとこ取りをしたようなことができるインスタフレームモードというものも搭載されています。このモードを使うと 6K の360度映像とフル HD の通常映像を同時に記録することができます。この編集不要の通常映像の方も単に固定画角で撮るのではなくて、自分の好きな画角を選んで撮影したり、自分をトラッキングし続けた状態でそれを通常映像として書き出すというようなこともできるようになっています。では次に実際の比較映像をお見せしたいと思います。まずは明るい日中の映像を比較してみたいと思うんですが、いかがでしょうか。どれがどのカメラかわかるでしょうか。これは神戸のヴィーナスブリッジという、夜景の名所なんですが、そこから撮った日中の映像になります。これはですね、ちょっとサイド光というか右上のあたりに太陽があるんですが、そんな状態で撮影したものになります。これは私が映っている部分をちょっと拡大したんですが、明らかに X4 よりも明るく色も綺麗に映っています。で、次は HDR 撮影にした時の解像感の違いなんですが、X4 Air だけは 8K で HDR オンで撮影できるので、これ一番左なんですけど、やっぱり解像度が少し高くなっています。これかなり拡大しているので、実際はこんなにガタガタはしてないんですけど、大きくするとこのぐらいの差になります。X5 と X4 は HDR の時は 5.7K30 までの撮影になります。これはですね、シングルレンズモードで撮影したものになります。4K30 の映像です。これを見る限り差は感じませんでしたね。どれも非常に綺麗に撮れています。そして場所は変わって今度メリケンパークなんですが、やはり 8K30 の通常映像モードで撮影していますが、どうでしょうか。明るい日中で見る限りどれも綺麗ですよね。ちょっと色合いが違ったりとか、ちょっと X4 は全体的に露出オーバー気味というか白っぽくなってたりもするんですが、でも非常に綺麗な映像が撮れていると皆さんも感じられるのではないでしょうか。
これはちょっとおまけ的な情報なんですけど、X4 で撮影する場合に、右からスワイプしてくると前後の露出バランスの設定っていうのが出てくるんですが、標準とか自動とかあるんですけど、これ自動でやると太陽が当たってるようなシーンだと当たってる側が随分白くなるんですね。これ右が自動で左が標準なんですけど、標準の方が露出が正しく出るので、X4 の場合はその設定の方がいいかなと思います。さて次は皆さん気になる方も多いこの暗所性能を比較してみたいと思うんですが、徐々に暗くなってきている夕方の時間なんですが、このぐらい明かりがあるとまだ全然差は感じないですよね。X5 と比較しているんですが、むしろこのグリーンとかも自然な感じに見えます。私は結構綺麗な夕暮れとかを見ると撮影したくなるんですが、夕日が綺麗に映るかどうかもね、結構大事な基準かと思うんですが、これまず X5 の映像です。で X4 Air もあまり差はないですよね。空も同じような感じで綺麗に映ってますし、ノイズもそんなに目立ちません。結構頑張ってます。で次は X4 なんですが、 X4 はちょっと明るく映そうと頑張ってしまうのか、空がね白飛び気味で全体に白っぽいコントラストの低い映像になっています。でこのグレーとか黒とかの部分に結構ねノイズが目立ちますよね。そしていよいよ完全に日没後なんですが、いろんな光源、いろんな色の明かりが混ざってる中で撮影をしてみました。 X5 と X4 Air はあまり差は感じられないでしょうかね。X4 はやっぱり全体に明るさをちょっと持ち上げているのか、ちょっと白っぽい感じになってますよね。黒が黒くないというか、他の2台に比べるとちょっと白っぽく映ってます。夜空の色とか、この前の方歩いている方の服の色とかもね結構違いますよね。夜でもこのぐらい明るさがあると X4 Air と X5 はそんなに差がないというふうに感じますね。でもうちょっと暗くだんだんなっていくんですが、そうなってくると X5 のやはりセンサーの大きさの優位性が出てくるというか、より綺麗な映像になっているのではないでしょうか。提灯とかパゴダのこの上の照明なんかもよりはっきりとね見えますよね。これが X5 のピュアビデオモードになります。やはり明るい中にもちゃんと明暗さが見えたりして綺麗ですよね。次が X4 Air になります。やっぱりピュアビデオと比べるとねちょっとくすんだ感じでしょうかね。でこれ X4 になるんですが、さらにちょっと白っぽくノイズの多い映像になっています。で次は少し離れたところからこの明るい大丸を撮ってみたんですが、 X4 や X5 はそんなに差を感じないでしょうかね。で次は東遊園地というこれルミナリエの終点だったりする場所なんですが、このぐらい暗いと結構差が出ますね。 X5 ピュアビデオやはり綺麗です。真ん中辺にある文字のあたりの明暗さとかもちゃんとあって、文字が読み取れるようになってますよね。ノイズも少ないですね。で X4 Air は、頑張ってはいるんですが、やっぱりピュアビデオに比べるとかなり負けてますね。真ん中の文字のあたりもちょっと白飛びしちゃってますよね。で最後 X4 ですが、 X4 もやっぱりちょっとかなりね厳しいでしょうかね。ノイズがすごいですね。やっぱ夜にはちょっと弱い感じですね。で次は車で走行中なんですが、やはりピュアビデオはねここでもちょっと強いですね。綺麗に映っています。その他の2機種も思ったよりノイズが出てなくて、このぐらい明かりがある中ではねまあまあ綺麗ですけど、次はちょっと自転車で走っているんですが、 X5 と X4 Air の比較ですね。次は X4 Air と X4 の比較になります。ということで暗所の比較としては X5 と X4 Air は明るさがそれなりにある夜の夜景などであればあまり差を感じないでしょうかね。 X4 よりは確実に良くなっています。ただ本当に暗いところになってくると X5 のピュアビデオとはちょっと差が出てくるかなというところでしょうか。X4 の通常ビデオ 5.7K のものとピュアビデオ
X5 のピュアビデオとの中間的な感じでしょうかね。ということでいかがだったでしょうか。 X4 Air、X4 というより X5 の Air と呼んだ方がいいような気が私はするんですが、いかがでしょうか。X5 に搭載されている X5 も今年出たばっかりのカメラなんですが、機能アダプティブ等もね、つい最近 X5 にも搭載されましたが、こういった機能も搭載されてますし、動画内でも話しましたけど、レンズの交換機能とか 8K30 で HDR が撮影できるっていう点はむしろ X5 よりも優れていたりもします。逆に負けている点とすれば、やはりピュアビデオが搭載されていなくて、夜の撮影は X4 よりはいいものの、やはり X5 に比べるとちょっと負けているなという感じでした。日中の映像に関してはね、もうほとんどというか私はもう差を感じませんでしたし、むしろ色合いなんかは XO Air の方が好みなぐらいだったので、日中の撮影がメインっていう方には本当におすすめのカメラになっています。しかもですね、価格が結構すごくて、スタンダード、カメラ本体のみであれば 56,900 円なんですね。私が紹介したスターターバンドルでも 62,900 円となっています。X5 と比べるともう3万円弱、28,000円ぐらい安いので、かなりねコスパがいいんじゃないかなと思います。さらに12月31日までに購入された方には1年間のクラウドサービスも無料でついてきます。これがねむちゃくちゃ便利で、 Wi-Fi 環境の中で充電を始めると自動的にその撮影したデータを Wi-Fi 経由でインスタ360プラスというクラウドサービス、クラウドにアップしてくれるようになっています。でそのアップした映像は自分でも編集したりもできますし、それを他の人にそのまま送って、アプリなどなくても360度映像を見てもらうということもできるようになっています。これはねかなり便利なんですけど、そのサービスが1年間無料で使えるようになります。旅行中なんか SD カードがだんだんいっぱいになってくると思うんですけど、毎日撮影した後にこれ充電するとですね、自動的にデータをクラウドにアップして、さらにそのカードからはデータを消すっていう設定もできますので、どんどん毎日気にせずに撮影しておくことができます。通常はこのクラウドも1年間で 6,000 円ぐらいになりますので、その分お得かなと思います。さらにですね、さらにばっかり言ってるんですが、概要欄のリンクから購入していただいた場合に限り、これ数量と期間限定にはなるんですが、スペアバッテリーもお付けすることができますので、購入される方はぜひリンクをご活用ください。ということで今回はインスタ360の新型360度カメラ X4 Air の紹介でした。このチャンネルではこういったガジェットカメラ系の動画多数アップしておりますので、関心のある方はぜひチャンネル登録の上他の動画も見ていただければ嬉しいです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。